こんちは。4G 狩猟準備の効率化やっていきます。モンハンといえば当然メインは狩りになりますが、そのために準備しなきゃいけないことも多いですよね。特に 4G みたく昔のモンハンは不便な点も結構あったから、意識しないと環境を整えるのが難しいんだよな。そこで今回は狩猟から動画の趣旨をずらして、狩猟の準備の効率化について話したいと思う。スライドにある通り、ポイントや消費アイテム集めが主、我々的な結論をお話しします。もちろん、もっといい方法あれば大募集。ぜひコメントいただけると嬉しいです。内容的に動画は初心者向けに作っている。コメント等でいくつか質問ももらってたからね。ただ、G 級以降でも全然必要な知識だから、どこかは参考にしてもらえるんじゃないかな。なんなら特別許可証より後の要素もありますから、ベテランが退屈にならないよう頑張ります。さ、それでは参りましょうか。こういう基礎的な動画も作ってみたかったんですよね。我々自身の知識の整理にもなるからね。じゃ、企画スタート。最初は基礎の基礎。ガチの大前提を話しておくよ。準備するにも前提となる要素がありますからね。特に始めたばかりの方は意識してください。まずは竜神問屋と恐竜ウイルス研究所。特に問屋の方は最優先で拡張しましょう。やることは納品依頼の達成と依頼数の増強。依頼数の方は依頼を繰り返してれば増えるよ。戦闘に余裕がある上位までで終わらせたい。上級者もさすがに G 級は面倒になるからな。急がば回れってやつですね。やってればアイテム自体に余裕も出ますし。研究所の方は交流席と各種アイテムの開放ですね。主に G 級後半から必須級の施設となります。極限はもちろん、恐竜化の攻略にも重要。G 級恐竜化は普通にめっちゃ強いからな。ただ、そもそも開放するための依頼自体が難しい。これの攻略法は別途動画にするかも。実はここも初心者さんから質問いただいてましてね。もうちょいライト勢向けに振った企画を入れる予定です。恐竜化を倒すために恐竜化を倒す必要がある。なんかモンハンらしい構図ですね。立ち回りの基礎解説みたいな企画も予定してる。投稿されたら合わせて見てみてくれ。それから、準備ってことで言うと食材や素材交換の開放。特に食材の開放は優先度が高いぞ。最大体力が10増えるだけで耐えられる攻撃が増えます。星が増えればステータス補正も強化されますし。上位以降は猫スキルもバカになりませんので、面倒ですが寄り道しておくといいでしょう。納品クエも多くて億劫なのは超わかるけどね。1日1個消化するとかで着実に進めようぜ。あとは探索と拠点の村人からの依頼クエ消化だね。こっちは主に旅団ポイントの獲得のためだ。これは後ほどポイントの項目で詳しく触れますが、難度が高くなると重要性が上がります。探索の開放はキークエから外れてることも多いので、開放条件を検索して地道に潰しましょう。もちろん、ギルクエとか純粋なモンス開放につながる。無駄にはならんぜ。てなわけでまとめるとこちら、攻略中の人はしっかり開放しておこうね。先に進めて装備を作ってから一気に潰す手もありますが、せめて問屋関連だけでも触れといた方がいいです。いざ壁にぶつかってもそっから開放してたんじゃ、面倒になって折れちゃう可能性ありますからね。4G をやり込むならどうせ必要になるからね。これはこれで楽しんでやっていこうぜ。よーし、それじゃあ本格的に解説しよう。まずは旅団ポイント稼ぎから。4と 4G は旅団ポイントの要求量が非常に多いんですが、妙に稼ぎづらくなっています。特にきついのが生産アイテム関連の弱体化。昔は涙や流秘宝で稼げてたんですが。なんと古の流秘宝ですら500ポイントポッチ。ギルドにただの石ってことがバレたのかな。他、採取系のアイテムもかなり渋いです。ロイヤル兜が40ポイントってお前。なので、集めると決めて動かないとなかなか増えません。攻略中でもエンコンでも、どのフェーズでも苦労しがち。その解決策としてまずやっておくべきがこれ。さっきも紹介したが、村人の依頼をこなそう。これはキークエとか必須系のイベントではダメで、寄り道系のクエストでもらえます。具体的にはクエストの横にマークがあるもの、これを潰しましょう。これらをクリアすると特別報酬ってのがもらえる。もらえるポイントはピンキリだが、中には数千ポイント一気にもらえるクエもあるよ。連続してこなせばまとまったポイントになる。もちろんクリア自体にも意味がありますからね。新モンスと戦えたり、便利なクエが出現したり。欠点としては1回きりしか使えない点。あくまで進行中の補助って感じでしょうかね。あとは複数トークエや古竜にポイントが集中してるところ。なんなら回クエのが上回ることもある。ということで次に紹介するのは探索。基本はここが本命かな。こちらはとにかく樹海でモンスターをたくさん狩猟して、猫スキルとボーナスで一気に稼ぐ方法です。やり方は猫の旅団奉仕術を粘って、終了後にゴールから帰還するだけです。この方法のメリットは回数制限がないところと、
好きなタイミングで帰還できる点かな。途中で落とし物や採掘した分も稼げるから、各行動が無駄になりづらいのもいい。副産物としてギルクエももらえますしね。ポイントだけを見た場合の言い方になりますが。獲得ポイントはランクとモンスターにより決まりますが、下位と上位は同じ点に注意です。逆に下位の効率がいいという見方もできるが、そもそもの種類が少ないんだよな。ポイント最多はお古城で、なんと3300ポイント。こいつ1頭で補正込み5000近くもらえるぞ。通常でも3000ポイントもらえます。その他、原種より野種のがポイントが多いです。ただしゴマちゃんには注意。他の大型が出現しません。幸い、ゴマ自体のポイントは多め。倒したらお宝だけ回ってゴールに G 級探索で5頭最大まで狩れば、一度に2万ポイント以上の入手も夢ではないぞ。運次第で待ち時間が伸びるのがネック。ポイントが多いモンスを買ってすぐゴールするのも手です。幸運、激運のかけらのポイント外移点もあって、樹海関連の要素が優遇されてますね。新要素だから通う理由にして欲しかったのかな。今の時代なら確実にやれるだろうな。そして最後はこちら、発掘武器のポイント交換。交換を溶かすと表現したりするね。発掘武器は防具の2倍のポイントが得られます。基本は武器だけに推奨されますね。レア度対ポイントで言えばレア10が最高。レア10武器を見たらとりあえずもらっときましょう。ただまあ、レア4以降はまとまったポイントになるから、状況次第で交換しとくのはありだよ。基本レア10ってことで、これは完全にガチ勢のみ。ギルクエ勢はいらないレア10がゴロゴロ余ってるはずさ。研磨素材さえあれば一気に溶かせますから、一瞬で何万ポイントも得ることが可能です。我々もポイント目当てで探索することはほぼありません。必要がないくらいにはこれで足ります。たまーにゴール武器が来ると強化で数万吹っ飛ぶけど、まあそんな機会めったにないからね。ギルクエ周回まで行けば、ポイントも自然に回る。恐竜結晶さえなんとかなればね。結晶集めについては後半で触れてます。ガチ勢はそっちの方が重要でしょうね。初心者向けのポイント稼ぎという点に立ち返ると、原則探索、いずれ発掘という感じですかね。どれもメリットデメリットはある。自分の進行状況やスタイルで選ぼう。続いては消費アイテム系。上級者にはおなじみの内容だと思う。4G は上位から最後まで難易度高いので、アイテム周りはしっかり揃えたいですね。まず話したいのは石ころ。素材玉の素材となります。粘着層は普通に増やせるからいいとして、石ころか鉄鉱石が別途必要だ。まあ、地道に採掘した分で作ってもいいんだけど、まとめて集めるにはポイント交換がおすすめ。ぼったくりでおなじみポイント交換ですが、石ころは12ポイントとかなりリーズナブルです。その辺の石を12点で売ってると思うとやばいですが、一応持ちやすいのだけ利用されてるみたいですので。素材玉は線香玉や煙玉、捕獲玉の材料になる。一番使うのは線香かな。地味に煙もソロではかなり重要なアイテム。複数遠く得たと常備したいレベルです。なお、肥やし玉は普通に交易で増やしましょう。こちらも高いですが、モンスターの糞は買えません。そうそう、DLC だと素材玉が直接買えるけど、1個120ポイントと法外なんで、こっちは非推奨だよ。素材をそれぞれ交換したら1個40ポイント。レート終わりすぎだろ。粘着を交易で増やせばさらにお得。少しでも節約していきましょうね。続いてはケルビの角。イニシエの飛躍の材料ですね。イニシエは、主に移った時の体勢立て直し用、高難度のクエストに有用だ。効果は強力だけど、素材の確保がかなり大変だ。ケルビの角は一応モンスターの素材だからね。ポイント交換か錬金での増殖に対応しています。つまり一応まとめて入手することができますが。ポイントは DLC 限定かつ、1個288ポイントとかなり高め。まともに使えるのは後半になってからです。そもそも今からだと新規にダウンロードできんし、何気にレアアイテムになっちまったな。錬金の方も効率的とは言い難い。1回あたり1個しか増えないし。恐竜結晶のかけらどうするか問題もあります。結晶アイテムではまだ集めやすい方ですが、これについては地道に剥ぎ取るのも選択肢。気絶させたケルビから 100% 剥ぎ取れます。剥ぎ取りマスターもしっかり反映されるよ。10本くらいならすぐに集まるだろう。さらにフラファンでも取ってきてくれる。適宜こっちも利用していこう。これは DLC と違い、今でも利用できます。すれ違いが必要という別のハードルもありますが。お次、競争エキスとアルビノエキス。競争薬 G やキ G 薬 G の調合に必要だ。どちらかといえば高難度クエ向けのアイテムですが、競争薬は武器種によっては常備したいですね。効率的な入手は錬金で増やすのみ、ポイント交換の抜け道はありません。使うのはまがまがしい恐竜結晶。最後まで需要が落ちないあいつだ。結晶集めは後のパートに譲るとして、ぶっちゃけこれしか言うことないな。
もちろん、もともとはモンスターからの剥ぎ取り素材、村の個体から地道に取ることもできます。ただ、いくら弱いとはいえ大型モンスター、剥ぎ取り、報酬ともに 100% 出現する方法はありません。殴れば 100% のキルビとはわけが違うね。エキス集めでは非推奨だな。基本は錬金するものと認識して、結晶が枯渇したらおとなしく狩猟で集めよう。これらは我々でも確保に苦労します。いつの間にかなくなってるし。その他にも有用なアイテムは多くあります。問屋のポイント交換はかなり便利。やはり問題は旅団ポイントだ。まとめ買いするとマジですぐなくなる。ここでしか入手できないものに千里眼の薬があるが、99個買うとなんと35,000ポイントも必要だ。G 級探索に3週分必要です。雑貨屋のノリで買わないように注意。必要な時に必要なだけ交換するのをお勧めします。目当ての品揃えを出すのが面倒ですが。それよりポイントを稼ぐ方がはるかに面倒だからね。天秤にかけた結果だな。ポイント稼ぎの項目と合わせて、頑張ってアイテムを集めよう。よーし、それじゃあ全ハンターお待ちかね。恐竜結晶集めに触れていこう。ここまでの項目でもたびたび登場した恐竜結晶、効率化のためのアイテムとしての紹介でしたが、この恐竜結晶自体も集めづらいアイテムでして、困りものなんですよね。基本的によく使うのはマガマガ C 以降、特にマガマガは需要がかなり多い。これらの入手は上位以降となるが、確率的にはどちらも G 級が集めやすいぞ。マガマガは危険度低、汚れなきは危険度高のモンス。G 級ゴマシャガルは汚れなきの方が出やすいです。周回するほど不足するのはマガマガなので、こちらを集めてれば汚れなきも自然に集まるでしょう。マガマガの狙い目は G1 の恐竜化に遠くへ、さらに原種亜種に対応しているものだね。最も効率がいいと言われるのがアルセニトウ。同チャンネルでも動画内で回って見せたことがあるぞ。おすすめは双剣など、身軽で効果力を出しやすい武器。雷、爆破、麻痺、睡眠あたり欲しいです。生産だとラー武器やマチオス武器がいいでしょうか。安定性も含めて試してみましょう。交流石を一つ使ってすぐエリア4にイン。亜種が合流する前に原種を枯れるとベストだ。先行で落としてからひたすら腹に乱舞しよう。状態異常が入れば逃さず終わりやすい。最終強化武器を使えば無駄っても0針クリア可能。武器次第で1分台も出ると思いますね。映像は神馬ゴール武器を求めてパート11です。よろしければご参考ください。強い発掘の睡眠双剣があればかなり安定すると思う。やるときは何周か回っておこう。このクエが高難度で出ないことがあるのが面倒。常設してくれよな。もちろん他の原種や宿エでもいいです。虫2頭ほど楽に終わるものはないですが。言うてこっちも高難度だからな。出てるクエをやる方針でもいいけどね。で、次の方法も味変の向きが強いけど、ギルクエを育成するのもまとまった数になるぞ。極限化対象であっても135までは恐竜化なので、育てきればそれなりの数になります。これのいいところは勝手に溜まっていく点。あくまで発掘を目的にすると気になりづらいです。発掘掘らないなら結晶も不足しづらいからね。気づいたら集まってたが、精神的にはベスト。もちろん片方が恐竜化するなら136以降も集まるよ。とても効率的とは言えないが。候補になるクエをいくつか用意して、並行して育てていくのがいいかなと思います。探索すれば旅団ポイントも集められるので、どの工程も無駄になりません。終われば自動的にギルクエも揃うからね。単体でもいいから、いくつか育ててみてはどうだろう。虫や猿ばっか飼ってても飽きるからね。気分に合った方法を選んでくれ。いまいち突き抜けた方法がないのが苦しいですが、地道にやるしかありませんね。ここまで狩猟準備の効率化を紹介してきた。まとめに入るよ。攻略中の方は難しいことを考えず、探索、そしてギルクエ育成をまず目指しましょう。ポイントも結晶稼ぎも救済みたいなものがないので、稼ぎながら進めるのが一番です。必要になってから集めると大変なんだよな。欲しい時には欲しい分あるのが理想だ。どのみち高レベルのギルクエに行き着くんだし、損はしないからさ。また、これは狩猟の話になりますが、ソロで育成すれば自然とプレイヤースキルも上がるはずです。126以降は普通の大老年クエより難しく、136以降に向けたいい練習になります。結局ね、上級者になるなら上級者用の練習が必要だ。この階段を上がる時が一番苦しいけど、狩猟準備の動画としては副産物になるけど、狩猟するために準備してるわけだからね。で、準備の話に戻りますが、貯めたものは慎重めに使うようにしましょう。雑貨屋で回復薬や砥石を買い置きするノリだと、ポイントも結晶も一瞬で枯渇するからね。攻略中に蜂蜜を最大回数交易したり、100% 使うものならいいんだけど、特に旅団ポイントは便利なアイテムと交換できるので、
多く買いすぎないように注意です。品揃えが食いごとに変わる仕様のせいでね、今のうち買っとこうってなるんだよな。レア銃発掘がゴロゴロしててすぐ補充できるならいいが、その辺が揃いきってないなら気をつけよう。そして発掘に手を出した皆様におかれては、常に5万ポイントは持っておくと良いです。これは言わずもがな、ゴール武器の強化用、レア銃だとちょうど5万くらい必要です。ポイントだけ見るとえげつないけど、武器の性能が良ければ気にならないはずだ。もっとも、めったに使う機会はないがね、出たら出たでないと困るから。我々はいつも7万ポイント前後持つようにしています。レア銃もそれなりに溜まってますよ。いつか手元にやってくる神器のため、ポイントを準備して待っておきましょうね。ということで動画は以上だ。次回は狩猟の基礎についてまとめるつもり。クエスト攻略そのものの解説ですね。これもリクエストがありました。当然 4G 用のコンテンツにしますが、旧作モンハンに通じる部分もあるかと思います。で、それは基本的な理論を解説する感じになるが、クエ個別の解説もしようかなと思ってる。4G は攻略中のこのクエが難しいっての多いからね。以前に紹介だけしたけど。クエスト前後の準備も変わってきますからね。その辺まとめられるといいですね。こちらはいつにするか決めてませんが、お待ちいただけると嬉しいです。リクエストはいつでも受け付けてるからね。どしどし寄せてほしい。よし、では動画を締めよう。みんなもポイント集め頑張ろう。我々が貯めたポイント、使う日が早く来るといいですが。ほいじゃ、次の動画で。またね。